皆さんこんにちは。南インド古典舞踊家バラタナティアムダンサーのエリナです。皆さんいかがお過ごしですか？なんかね、暑かったり寒かったりしてなんか今日やっと晴れたんですね。ですごい気持ちいい天気だなと思って、でもなんか数日前はすっごい寒くって風が強くってなんか雨が降ったりしてで、早く暖かくなってほしいですね。でもまた急に暑くなるとね、またそれも大変ですけど、やっぱり太陽が出てるとね、すごい気分が明るくなりますよね。太陽の力は偉大です。ということでなんかお家のことすごい心配してくださる方がいて、本当にご心配おかけしてすいません。今はもうお家ね、言いましたけど、すごい引っ越して、お家のことはだいぶ落ち着いたんですね。なんか日当たりがやっぱり南に面してるんですけど、なんか少し南西なのであんまり日差しは入らないんですけれども、雨漏りとかもないし快適です。だからたまに洗濯機のお水が漏れることはあるんですけれども、あんまり贅沢言えないですね、台湾なんで。ということでお家のことに関しては落ち着いてます。まだちょっと忙しくって、毎日忙しくって全然ね片付いてないところとかはあるんですけれど、なるべく見ないようにして過ごしてますということで、この間出産の、ことについてお話ししたんですけれども、ご覧いただいてご視聴くださった皆様ありがとうございます。で、今日はまた双子について話そうと思うんですけれども、でその前にこれすごい綺麗じゃないですか。アジサイとコデマリを買ったんですね。すごい綺麗で、でもコデマリがなんかお水切れちゃったのがなんか全部咲くはずが咲かなくって葉っぱだけになっちゃったんですけれども、コデマリってすごい素敵ですよね。でアジサイも結構持つなと思って、なんかお花によっては全然持たないのありますよね。やっぱり菊とかはすごい持ちますよね。今日は双子の不思議についてちょっとね考えてみたいっていうかお話ししたいと思います。よく双子ってどんな感じなのって聞かれるんで、妊娠した時になんか上と下だったんですね。なんか双子の位置が下にいて、下から出てきた子が長男なんですね。で下にいたからかちょっと小さくって、ちょっと小さいって言っても何百グラムかって感じですけれども、ちょっと小さくって、でも不思議なのがなんかやっぱり先に出てきた子の方が長男っぽいっていうか、なんかで後に出てきた子も2分ぐらいしか違わないんですけれども、下の子は下の子っぽい。下の子はなんかすごい容量がよくって、なんか片付けなさいとか言って2人に言っても、上の子はもう泣きながらわーって言いながらやるんだけど、下の子はもうちょっとやったらすぐ逃げちゃって、あとよろしくみたいな感じで、へへへって感じで全然違うんですね。性格も面白いなと思ったのが、生まれた時に帝王切開で計画帝王切開で産んだんですけれども、まず生まれて先生がね持ってきてくれるんですよね、赤ちゃんを目の前に。それを見た時になんか日本人じゃないって思ったんですね。なんか見たらすごい我が子だ可愛いみたいな感じじゃなくて、もう顔が全然日本人じゃないって思ったんですね。でそれを言ったらすごい笑われて、お医者さんに、担当のお医者さんにすごい笑われて、でもなんかずっとお腹の中に入ってお腹大きくなるまで、その間になんか母性が育つっていうじゃないですか。でもなんか生まれてきて顔も全然なんか私と、似てはいるんですけど、
やっぱりこのミックスだから顔も全然違うから、なんか人の子を預かったみたいな感覚になったんですね。育てる時も一生懸命すぎて余裕がなかったのか、なんか本当に命を預かってるみたいな感じで、なんか自分の子だから超可愛いみたいな感じではなかったんですね。自分の子だから可愛いんですよ、可愛いんだけど、なんかなんていうのかな、不思議なんだけど、なんかやっぱりそう、なんか命を預かってるみたいな感じだったんですね。だからもうなんか手放しでもう可愛いみたいな感じじゃなくって、なんかもう淡々とお世話するみたいな感じで育っていくうちに、性格の違いが見えてくるわけですよね。双子で一卵性なんですね。で一卵性で母親と父親と同じ DNA なんだけど、性格とか全然違うのを見ると、なんかすごい不思議だなと思って、その時にこの魂はどこから来たんだろうと思ったんですね。なんかよくいるじゃないですか、赤ちゃんはお母さんを選んで、お空から赤ちゃんはお空からお母さんのことを見てて、でこのお母さんがいいって思ってきたみたいなこと言うじゃないですか。そういうことをね全然信じない人なんですよね、私。信じないっていうか、なんかそういうことをあんまりなんかロマンチックじゃないっていうか、ロマンチックじゃないですか、そういうのって。でもその2人を見た時に、同じ DNA で同じその一卵性なのに、なんでこんな性格違うんだろうと思って、やっぱりなんか人それぞれ一人一人魂ってあるのかもしれないなって思ったんですね。それが個性っていうのかな、なんていうんだろう。でもなんか不思議な感じはしたんですね。で2人を産んだ時に、それまではなんかいろいろ自分のやりたいこととかいろいろあったんですよ、ダンスに関して。であれやりたい、これやりたい、こんなことをね達成したいみたいな。それが子供産んだからか年いったからかわかんないんですけど、なんか自分の中で一段落したんですね。自分は産卵した鮭だみたいな。鮭って海に行って、で海からこう川に登ってきて、すっごいボロボロになるじゃないですか。でもう皮とかお腹とかすっごいなんか石にすられてボロボロになって、で産卵するじゃないですか。で産卵した後にもうこんな感じで川でクマとかに食べられて、なんか鮭だなって思ったんですね、私。自分自身が。鮭なんだなって思ったんですね。だからなんかもう私の時代じゃないんだじゃないけど、なんか私がメインじゃなくて、この子たちが、ね、将来を担っていくわけじゃないですか、子供たちが。だからなんかもう子供たちがこの世界を作っているメインだから、もう私の出番は終わったんだなみたいな感じで思ったんですね。それまですごい偉業を成し遂げたわけじゃないんですけど別に。でもなんか自分本位で生きてきたんで、今までやりたいこともやって、だけどなんかこの子たちを大切にする生き方じゃないとダメなんだなみたいな感じで、今までずっと愚痴ばっかり言ってますけど、子育てのでも子供を産むまでいろんな苦労わかんないじゃないですか、ね。なんか子供産んだらあとはなんか幼稚園とか保育園に任せてまた復帰できると思ってるじゃないですか、元の自分に。だけどそうじゃないじゃないですか、実は。で
まあ最近元気になってきて、あれやりたいこれやりたいっていう元気がね戻ってきたんですけれども、でもその時になんか思ったんですね。子供たちのためにこの生活が基盤となるんだなみたいな、それを一番としてやっていかなきゃいけないんだなみたいな思ったんですね。最初に生まれた時に本当に一卵性だからそっくりなんですよね。でその優越っていう産後センターにいた時に見分けがつかなかったんですね。でずっとこのまま大人になっても自分の子が見分けがつかなかったらどうしようかなと思ってね思ってたんですけれども、なんか中学校の時とかも双子がお友達じゃない、クラスメイトじゃないんですけど、なんか同級生にいて全然分かんなかったんで、どっちか分かんないかもしれないと思ったんですね。だけど、すぐ分かるようになってきて安心したんですけれどもずっと見分けつかなかったらちょっと最悪な母親ですけど、でもなんか昔の写真とか見ると、今は分かるんですけど、昔の写真とか見るとなんかどっちだっけって分かんなくなることがありますね。一人がつむじがここに一つあって、もう一人が二つあるんですね。でなんか台湾のおばちゃんに聞いたら、なんか二つつむじがあるとなんかいたずらっ子になるとか言ってました。どっちもいたずらっ子ですけど、下にいて早く生まれてきた子は本当になんか長男っぽくって、なんかすごいまっすぐっていうか、怒られたらなんかすぐまともに受け止めて泣くし、下の子はなんかへへみたいな感じで、面白ければ何でもいいと思ってる感じの子なんですねでなんか面白いことを一番大事にしてるみたいなコメディアンじゃないけど、名前つける時にどんな子に育ってからつけるとかできないじゃないですかまだ結構何ヶ月も経ってから名前つける、人とかいますけど、うちはいつ決めたのかな、なんかでも生まれる前に決めたと思いますね、名前で。一人はこういう名前で、もう一人はこういう名前っていう風に決めたんですね。名前にもいろいろ思いを込めてつけるじゃないですか。そしたらなんか本当にそういう風に育ってきたっていうか、でもこっちでは漢字あんまりまだ使ってないんですね。で学校もインターなんでアルファベットだけで書いてるので、その漢字が大事じゃないですか。漢字に意味があるから、音も大事ですけど、で音はどっちでも発音しやすいように、インドでも日本でも英語でも発音しやすいようにと、どっちの国でもなんか親しみを持てるような名前にしようって言って、で漢字は私が全部決めて意味を込めてつけた名前の通りにね育ってるっていうか、まだこれからねまだ5歳なんでどうなるか分かんないですけれども、なんか本当にそういうキャラクターに育ったなみたいな感じがして、なんか面白いなと思いましたね。それでなんか上の子はちょっと日本人っぽいっていうか、なんか私に似てる、性格とかもなんか私に似てるかなっていう感じなんですね。で下の子はもう顔もちょっと一卵性なのに顔もちょっとインドっぽい感じがして、で下の子の方がちょっとなんか旦那に似てる、性格とかもなんかお調子者って言ったらちょっと悪いですけど、なんか楽しいこと大好きみたいな、感じですね。上の子は真面目で、下の子はなんかもう楽しむことが大好き、だから上の子はちょっとやっぱ私に似て、下の子は旦那に似てるなと思いますね。そんな感じがします。で上の子は右利きで下の子は左利きなんですね。なんか一卵性によくあるらしいんですけど、こう鏡みたいな。でもなんか下の子はねどっちも使ってますね。
お箸はなんか、お箸って右利き用と左利きのサポートついてるやつあるじゃないですか。なんかそれ右利きだけ買ったら右だけずっと使ってて、だからどっちも右と左使ってるみたいな感じですね。でも多分左利きだと思いますね。左ばっかり、使ってるような気がします。サッカーとかも、今サッカーやってるんですけど、サッカーとかもやっぱり左利きは左足なのかなね。不思議ですね。心臓ってどっちも右なのに。そうで、赤ちゃん生まれて思ったのが、なんか人間ってなんかそういう精神論みたいな話ばっかりしますけど、今日は人間ってなんか愛情とご飯出てきてるなって思ったんですね。赤ちゃん生まれてから。なんで思ったのか分かんないんですけど、とにかく抱っことかミルクじゃないですか。まあおむつも替えなきゃいけないけど、その他が何にもいらないってことじゃないですけど、でもそれが一番大事なんだなって思ったんですね。で、大人ってなんか育ってたらやっぱりなんか複雑になっていくじゃないですか。だから分かんないけど、大人も同じだなと思いましたね。なんか大人もやっぱり愛情が大事。まあ一人で気楽にやってる方もいますけど、でもやっぱりこの誰かしらに愛されてるっていうことが必要なんだなと思って、なんかやっぱり幸せな人っていうか、なんか人を愛せる人っていうのかな。やっぱ海外住むといろんな人に会うじゃないですか。それを見てやっぱり幸せな人を見てると、なんか小さい頃に愛されてきたんだろうなみたいな人が多いんですね。で、なんかすごくかわいそうっていうか、いつも不幸そうななんかそんな不幸そうって言うと悪いですけど、なんかいつも自分を愛せない人って愛されてこなかった人だなって思ったんですね。片親の人とかいるじゃないですか。でそれでもなんか全然しょうがないですよね。離婚するのとかって悲しいから離婚することになっても仕方ないとは思うんですけれども、離婚したとしてもやっぱり自分がどっちからも愛されてるっていうことが大切なんだろうなと思って、いろんな子供を見て感じましたね。例えば一緒に住んでなかったとしても連絡して「I love you」って言ったりとか、なんか元気にしてるどうだったとか、自分のことを気にかけてくれるみたいな、そういうのが大事なのかなと思って、いろんな子供を見ていて思いました。なんかお金持ちでも全然なんかかわいそうな人もいるし、かわいそうって私が言うのもなんですけど、別に私が世界一幸せってわけじゃないんで。でもなんかお金持ちでも不幸なんだなみたいな人もいっぱいいるじゃないですか。なんかそういう人を見てるとやっぱりなんか愛に飢えてるっていうか、だからなんかその鮭になったって言ったじゃないですか、私がね。産卵してボロボロになった鮭で、その時に私ってもう別に今死んでもいいなみたいな思ったんですね。もうなんか私の役目は終えたみたいな感じがしたんで。でもなんか子供を見てたら、なんかある程度子供が大きくなるまでもう死なない方がいいんだろうなみたいな思って、子供が小さい時に親が亡くなった人とかね見てると、やっぱりどんな親でも生きてた方がいいなと思って、なんかそういうことを思いましたね。なんかいろいろ親になって考えさせられることが多かったですね、出産してから。私個人の意見ですけれども、子供がある程度大きくなるまでは頑張って生きていなきゃいけないなみたいな思いましたね。なんかママっていうの来るの見ると、あとやっぱり思春期とかになったりしても、やっぱなんか大人のふりするけど
やっぱり親がまだまだ必要っていうか、私自身も考えてみたらなんか20代とかも、もう全然子供でしたもんね、考えてみるとすごい、なんか賢くなかったなと思うし、どんな親でも生きてなきゃいけないってね、まあ不幸にしてね亡くなった方もいますけれども、生きていた方が子供は、幸せなのかなと思いますね。あと、お金なくてもとにかく愛情とご飯だけあれば幸せだと思いますね。なんかそれをすごく実感しました改めてね、まあいろいろご意見あると思いますけれども、私個人の家庭方針っていうの、そういうことです。愛情とご飯だけあれば